可愛い生地を買ったので紹介していきたいと思います。夕飯は何しようかな。改めましてこんにちは、ハリヤムのまちこです。今日はですね、可愛い生地を発見したので、可愛い生地のブランドっていうんですかね、今までいくつか好きな生地屋さんあったんですけど、今回新しくズキュンと胸にくる生地屋さんを発見したので開封していきたいと思います。見てください、すごい可愛いですよね。今回買った生地はどこで作られているかというと、フランスと韓国だからアメリカではないんですけど、それを取り扱っているアメリカの生地屋さんで買ったんですけど、日本でも売ってると思うんですけど、アメリカの生地屋さん、ここのお店で可愛いですね。シールもね、ワクワクしちゃいますよね。生地を開けるときってちょっと、これは何だろう。可愛いお手紙が書いてあります。手書きでありがとうございます。おまけですね。可愛いいちごちゃんと、可愛いですね。すごい嬉しい。綺麗なおまけと、あと何が入ってるんだろう。こんなの初めていっぱい。ボタン見てください。こんなにおまけが入っていた。キティちゃんも入ってる。ボタンかわいい。ビーズに、これはなんかモチーフちょっとなんか次女に似てる。このボタンすっごくかわいいですね。これも売ってるのかな、欲しいいただきました。ありがとうございます。では早速生地をね、ちょっと開けていきたいと思います。あともうちょっとでお迎えの時間だからちょっと急がないと。たらーかわいいこの時点で可愛いのが分かりますか一つずつちょっと開けてみますね。束ねて縛ってあるこの布もかわいい。ピンクのチェックの生地。これも何かに使えますね。チェックの生地って何でも使えますもんね。これおまけかな、私頼んだっけすごい。ここからはナレーションで失礼します。今回購入したのはこちらの今映ってる青いお花の生地はマン&サンパブリックさん、韓国のブランドの生地屋さんですね。可愛い生地はないかなとインターネットをうろうろしていて、偶然目に飛び込んできたんですけど、どの生地もね本当に可愛かったんです。これもそうなんですけど、全部可愛かったんですどれにしようかなって迷うくらいだけど、韓国から輸入していると思うんですけど、その分ちょっとお値段がねあるんですが、小物にしてもカーテンにしてもお洋服にしても可愛いですよね、この生地で。これが一番気に入った生地で、オレンジと黄色と白いお花がもうなんとも、そこに緑のストライプが入ってとっても可愛いですよね。マン&サンファブリックは日本でも多分買えるかと思います。探してみてください。で、次の生地がフランスのブランドの生地屋さんの生地で、ペティットパンフ
ファブリックさん、ちょっとフランス語なのかな、なんか発音の仕方が自信ないんですけど、ここの生地屋さんも本当に可愛くて、正直もう全部欲しいぐらいでした。どことなくレトロな感じと色合いもいいし、世の中にはいっぱい可愛い生地が溢れていると思うんですけど、でもこれはってビビビってくるものがあるじゃないですか。似たような可愛い感じなのにビビビッとこれだって感じるのと感じないのとの差は何なんだろうってこの記事を見て思ったんですけど、やっぱりデザインしてくださってる方が服になった状態のこととか小物になった状態のこととか全部想像してデザインしてくださってるんじゃないかなと思って、それを想像してデザインしてくださってる生地っていうのはやっぱり惹かれるのかなって思いました。単純にね可愛い絵が並んでるだけじゃなくって立体的になった時のことを考えている。でそれがね特にこのフランスのペティットパンさんの生地を見てね思いました。素敵な生地が買えて大満足です。これはね娘たちが早速この生地で何か作ってって物色してるとこです。はい、ということでですね、今回はこのせっかくおまけの可愛い生地がついていたので、これで作れないかなと思ってちっちゃなポーチ、お出かけする時にこんなちっちゃいポーチに口紅とかフロスとかそういうのを入れるのに便利かなと思って、うちの母がそういうのを持っていてなんか便利そうだなと思ったので、せっかくなのでこのね小さな生地、おまけの生地で作ってみようかなと思います。どうやって作ろうかなと思って、この生地どっちもとっても可愛いんですけど、これをちょっとあえて切ってパッチワークして布にした方が可愛くできるかなって思うので、これぐらいの太さかな、ちょっと切っていきたいと思います。どれぐらいの幅で切っていこうかな。3センチ幅で切っていこうかな。でこれをこう切っていきたいと思います。一枚一枚でもこの布自体がとっても可愛いから、これだけでも十分可愛くなるんですけども、なんかこうパッチワークにするともっとなんか違う可愛さ倍増になりますよね。それがパッチワークのいいところですよね。この白い生地見えにくいかもしれないんですけど、こう薄く白いドットが入ってるんですよ。いや本当に可愛い。これすごく可愛いから、これでも服にしたいな、追加で頼んじゃうかなっていうぐらいすごい可愛い。今まで作ったポーチで一番小さいポーチができそうだな。よし、切れた。こんな感じで切れました。でこれが日本の100均で買ってたで余ってた使ってなかった短いファスナーなんですけど、これを使っていきたいな。いつもはこっちで縫ってるんですけど、今日はこんなスタイルなのでこっちでミシンをやりたいと思います。じゃあこのキルト芯にパッチワークしながらこれを縫い付けていきたいと思います。こ
こういう風に中表に合わせてこう縫っていきます。こんな感じ。また水色の生地をここに中表に合わせて同じように縫ってきます。こうやってパッチワークしていくと縫い代の分生地が隠れちゃうじゃないですか。なんかそれがもったいなくて、今回は縫い代5ミリで縫ってます。なるべく可愛いところが隠れないように。じゃじゃん、こんな感じでつながりました。表布はこれなんですけど、裏はどうしようかな。裏もこのおまけでついてたこのいちごちゃんの生地にしてしまいましょうか。外表にしてちょっと仮縫いを周りぐるりとしていきましょう。留めていこう。よくこのお裁縫ボックスどこで買ったんですかって質問されるんですけど、前のね動画で投稿したこともあるんですけど、チョコホリックで買ったものです。小物入れみたいな、勝手にお裁縫ケースみたいな感じで使ってるんですけど、こんな感じで引き出しが2つ。でもチョコホリックって確かもうなくなっちゃったんですよね。よし、では周りを仮縫いしていきます。よし、仮縫いができました。こうなりたいから、ここをちょっと丸くしようかな、角を。これ次女が小さい時に買った、この中にねコンペイトーがね入ってたんです。これでね角を丸くいつも描くのに使ってこんな感じで、よし。でここの丸の部分をカットします。こんな感じ。これを周りバイアステープで包んでいきます。今回はバイアステープはこの間歯切れで自分で使ったこのバイアステープを使っていきたいと思います。じゃあ縫い付けていきますね。縫い付いたので、このカーブに切り込みを入れます。そしたら表に返しますよ。そしたら表にこうやって折ってぐるりとまた表側にバイアステープを縫い付けていきます。この工程が終わったらほぼ手縫いですかね。ちっちゃいから初めから手縫いでやってもできると思います。じゃあクリップで留まったので縫っていきます。バイアステープでくるむだけでなんかとっても可愛くなりますよね。バイアステープでくるむの好きなんですよね。
私落としミシンが苦手で、いつもこうやって裏からつけて表に最後きれいに端っこを縫うっていうやり方をしています。なんかその方が本当に確実で、なんか表をきれいにしたいですよね。でも落としミシンに失敗してほどいたりやり直したりすると、なんか表もね汚くなってっちゃうような感じがして、この方法でいつもやってます。よし、縫えた。わお、とっても可愛くないですか？なんかこう歯切れで作ったバイアステープだから、ここだけちょっと赤い実の生地が入ってて、さらにちょっと可愛い。これだけでも本当コースターみたい、可愛い。でこれをこうやって半分に折ってファスナーをつけて脇を手で縫ってでしていきたいと思います。よし、じゃあここからは手縫いなのでミシンを片付けよう。そしたらまずファスナーをこういう風にしてここを仮縫いします。これね、邪魔ですよってことでこうやって仮縫いします。手縫いはね、いつもだるま糸使ってます。糸なんて何でもいいって思ってたんですけどね、なんか100均のとか何でもやっぱりだるま糸って全然絡みにくいですよね。これ4箇所やってきます。ではここ端っこファスナーがこういう風に仮縫いができたので、ここの中心とファスナーの中心をこうやって合わせて、ファスナーを開けて縫った方が縫いやすいかなと思います。これで手縫いしてきます。なるべく表に糸が出ないように縫ってますよ。今日の夕飯は何しようかな。豆腐をこの間いっぱい買ったんですよ。私揚げ出し豆腐が大好きで、でも前に作った時あんまり子供向け良くなかったかなと思ってずっと封印してたんですけど、この間どうしても食べたくなって揚げ出し豆腐をね作ったんですよ。そしたら「何これ美味しい」とか言って子供向けがすごい良くて、うわじゃあどんどん作ろうと思ってこの間3パックぐらい買ってきちゃいました。だから今日は揚げ出し豆腐ですかね。いつもファスナー手縫いでつける時ここをダーってつけてからちょっとファスナーの際のところを並縫いしたりしています。よし、じゃあこっちが縫い付いたので今度は、こっち側を縫い付けていきます。こうだと縫いづらいからこうしてこう中心を合わせて、じゃあ縫っていきます。ファスナーって難しいイメージがねあると思うんですけど、手縫いだと結構簡単に気軽につけられますよね。ぜひこうやって手縫いでつけてみてください。
よく週末は夫がご飯作ってくれるんですけど、多分平日私が頑張ってご飯を作っているから休ませてくれるという意味を込めてよくね作ってくれるんですけど、なのでだいぶねお料理が夫も上手で、でも結婚したての時は、それでも一人暮らししてたりしてたので、夫はお料理は全然普通にできたんですけど、一回なんか今日焼きそば作ってあげるよなんていう日があって、焼きそばをね作ってくれたんですね。で、じゃあ分かったお願いなんつって、子供が生まれる前の話なんですけど、いざ焼きそば作り始めたんですけど、1時間待てど2時間待てど出来上がらなくて、なんか焼きそばってそんな時間かかるっけと思って、何してんの大丈夫なんつって聞きに行ったら、秘伝のタレを作ってるとか言ってで、なんかじゃあいよいよ麺炒めるとかって言ってて、そしたらなんか3玉炒める予定だったんですけど、一玉一玉フライパンで炒め始めて、3玉同時に炒めないんかいっていうしかも最終的に秘伝のタレの量が足りなくて、市販のタレを足すっていう今でも語り継がれる3時間かかった焼きそば。それも今ではね、もうねそんなの3時間も待ってられないじゃないですか。子供たちがね3人もいるんでね。なのでもう本当にね、どんどん容量が良くなって、パッパ今はね作れるようになりました。ありがたいですね。よし、ファスナーがつきましたよ。いいですね。そしたら最後にここの、脇を手でまつって完成です。なるべくここのファスナーが隠れるよう、端っこ隠れるように、あまり縫い目が目立たないようにこの字とじで縫っていきたいと思います。よっしゃー、できました。できました。じゃじゃん、かわいいちっちゃいミニポーチできました。ちょっと近くでお見せしますね。こんな感じにできました。かわいいですね。こんな感じで中もおまけの歯切れで作りました。ちょっと口紅とか入れてみますね。こんな感じ。かわいい。いいですね。なんかこうちょっとした旅行の時にピアスとか入れたり、鍵を入れたりしてもいいかもしれないですね。はい、というわけで今回はかわいい生地のご紹介と、その生地屋さんのおまけでついていた歯切れでこの小さなポーチを作りました。かわいいですね。パッチワークして可愛くできたと思います。インスタグラム、それからノート、X も更新しておりますので、ぜひそちらの方も遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。